プロスペックスのダイバーモデルがかなり多い数字を稼いでおりましたので、ダイバーモデルの人気が高いっていうのがデータを見て感じました。ラグスポの人気は少し落ち着いてきたのかなという傾向はあるかと思いました。今回は時計人気ランキングの2024年度版を発表したいと思います。そのランキングから傾向を分析したり、あとはこのトレンドとダウントレンドというのを見ていく中で、かなり面白いことも特徴として分かってきましたので、そういったお話を合わせてしていきたいと思います。このチャンネルでは時計やファッションについてお話をしています。高評価、チャンネル登録、ご質問がある方はコメントに書いていただくようにぜひよろしくお願いします。今回のランキングは、実はブログの方で毎年行っておりまして、人気メーカーランキングとなっています。販売数でやってしまうと、人気があって売り切れているものというのが数から外れてしまうので、お問い合わせ数が多いものが上位に来るランキングとして作っています。それでは早速本題のランキング発表を行いたいと思います。まず見ていただきますと、この1位、2位、3位というのは、ロレックス、パテックフィリップ、オーデマピゲということで、実は上位の3つに関しては、何年もこのランキング取っている中で、この3つのメーカーは同じ顔ぶれになっています。ただ、今回はですね、2位と3位がちょっと入れ替わったということがありまして、去年まではオーデマピゲが2位で、3位がパテックフィリップだったので、この2位と3位の入れ替わりというのは3年ぶりに行われましたけれども、ただ上位、3つのメーカーは相変わらず強いなという印象になっています。今回トレンドを測ったりする、傾向を見たりするっていうことに関しては、この4位より下を見ると、今の時計業界の状況が分かりやすいということで、今回のお話も結構4位より下っていうのが、中心的なお話になっているかと思います。では次は、このランキングから見えるトレンドの分析結果をお伝えしたいと思います。まずは、私が気になったトレンドの一つ目ですけれども、セイコーの人気が高くなっているという点です。やはりこのセイコーが4位にあるというのは、数あるスイスメーカーを押しのけての4位ということなので、かなり順位としては高い順位にあるかと思います。ではなぜ、セイコーがこの人気を獲得しているのかっていう点でお話しすると、一つは、やはりこのグランドセイコー。ただしですね、そのグランドセイコーだけが、この数字を引っ張っているわけではなくて、プロスペックスのダイバーモデルが、この成功のお問い合わせの中で、かなり多い数字を稼いでおりましたので、ダイバーモデルの人気が高いっていうのが非常にあるのかなというふうに、データを見て感じました。次に、気になるトレンドの2つ目としましては、時計専業メーカー以外のメーカーの人気が高まっているということです。このランキングを見ていただくと、上位にいるのがシャネルですね。メーカーとしてはファッションのメーカーだと思いますので、時計が専業ではないんですけども、やはりこの上位に来ているというのがあります。そしてエルメスも今回、この人気ランキングの20位以内に入ってきておりまして、革メーカーということがありますので、やはりこの時計専業メーカーでもない、このエルメスも20位以内に入っていますと。で、その他には、宝飾メーカーのハリー・ウィンストンも、今回の時計の人気ランキングの20位以内に入ってきてますので、このエルメス、ハリー・ウィンストンというのも、かなり人気が高まっているという状況があります。ここ数年ランクをどんどん上げておりまして、去年も上がってきましたし、さらに今年はランクを上げたということで、時計専業メーカーではないメーカーの勢いが非常に高いなと感じました。はい。そして、気になるトレンドの、3つ目としては、角型時計の人気が高いという点です。私としてはしっかりとその中身、どういったモデルが人気が高いかという、そのモデルのところまで、数を見ているんですけども、その中で、特に気づいたのは、やはりこの角型時計の関心度の高さって、やはりこのカルティエが上位に来ているかと思うんですけども、タンクだったり、あとは角型別の時計のサントスだったり、あとはこのジャガールクルトもう、ランキングに入っている中で、このジャガールクルトのレベルソ、その他には、ブルガリも今、上位にいるんですけども、オクトという時計ですね。で、ランキングの中身まで見ていくと、かなり角型時計の人気が以前に比べてかなり高くなってきているっていうのが見えています。この3つのトレンドを分析した結果として私が分かったのは、今は分かりやすいモデルというのが注目されているというふうに感じました。まず先ほどトレンドの一つ目としてお話したセイコーダイバーズモデルが人気を牽引しているっていうお話をしましたけども、結構スポーティーで分かりやすい見た目をしているのがダイバーズモデルです。そして時計専業メーカー以外の人気が高いというふうにお話したんですけども、例えば
シャネルの J12 というのはセラミックでできていて、この個性がある見た目をしているんですけども、このモデルにさらにインパクトが強いモデルなんですけども、ラパウザというのが非常に人気を獲得していましたので、かなりこの分かりやすいアイコニックな時計が人気を、関心を集めているというのが分かっていますし、エルメスでいうと HO8、エルメスの最近出したモデルの中でもかなりスポーティーで、見た目も分かりやすいと。ハリー・ウィンストンについてもオーシャンとかダイヤモンドもかなりついているモデルもありますので、やはり時計専業メーカー以外のメーカーというのは、時計専業メーカーではなかなか打ち出しができないようなデザインを作るのが得意なので、今のニーズに合わせたものにしてくるっていうところでは、デザイン力の高さが昨今かなり評価が高くなってきて、皆さんの注目を集めるようになってきているのかなと思います。そして先ほど3つ目にお話した角型時計が人気が高いというのも、一般的には時計って丸型、その丸型でない形というところで角型というのは腕に装着した時に非常に分かりやすいというのがありますので、この角型時計が人気が高いというのもトレンドとしては分かりやすいモデルと言えるかと思います。ということで、今お話した通り、このダイバーズであったり、時計専業メーカー以外のメーカーが打ち出すデザインであったり、角型時計ですね。この分かりやすいデザインの時計というのが、今非常に人気を高めて注目を集めていまして、今回のランキングでも反映されているのかなと思いました。では、この今のトレンドで分かった、この分かりやすいモデルが注目を集めているっていうことの、この背景みたいなものを私として考えてみたときに、今服装の変化がありまして、まずスーツを着る方が減ってきたりとか、あとスーツを着る方も、ノーネクタイだったり、クールビズだったり、あとは少しカジュアルなスーツにしたりとか、かなりファッションがカジュアルに今寄っているという、状況がありまして、そんな中で昔ながらのこのクラシックな落ち着いた見た目っていうよりも、どちらかというと、腕元で非常に分かりやすいアイコニックな見た目っていうのが求められている状況になっているかなというふうに思いますので、そういったこの服装の変化がこういったランキングに現れてきているのかなと思いました。そして次に、この順位を下げたメーカーからも分かることがありますので、お話をしていきます。一つ目としては、ラグスポが落ち着いたのかなというふうに感じました。今回のランキングを見る中で、2位と3位が入れ替わりましたというのがあったんですけども、そもそもこのオーデマピゲがこのパテックフィリップより去年まで上だったっていう要素、中身を見ていくと、やはり今年はこのロイヤルウォークのこの得票数が減ってしまったことが、この2位と3位が入れ替わってしまった原因になっています。そしてその他にも今回、バシュロン・コンスタンタンもちょっとランキングを落としてしまったんですけども、やはり人気の牽引をしていたのは、ラグスポであるオーバーシーズでした。県外の中でも、ちょっと惜しいところまで落ちたではなくて、かなり落ちてしまったというのがジラール・ペルゴでした。やはり、ラグスポモデルのロレアートの得票が減ってしまったのが、かなりランキングを落としている要素になっていますので、ロイヤルオークとかオーバーシーズとかロレアートのこの得票数が減っているのを見ても、ラグスポの人気はまだまだ高いのはあるんですけど、少し落ち着いてきたのかなという傾向はあるかと思いました。そして気になる2つ目としては、話題性が少なかったメーカーは常連メーカーであっても苦戦したというのが気になりました。去年まで20位にランクインしていたブライトニングとゼニスが今回はランキング圏外になってしまいました。そして、タグホイヤーについても、ランキングをかなり落としてしまいまして、この3つのメーカーのちょっと共通点を見てみると、やはりこの1年間話題性が少し落ちてしまったなっていうのを感じています。これは、このブライトニングとゼニスとタグホイヤーが去年以前までは人気を獲得していた、大きな要因というのが、例えばナビタイマーとか、あとはモナコですね。あとゼニスに関してもクロノマスターの人気だったりとか、あとルパン三世とのコラボレーションだったりとか、話題性のあるモデルに話題性のあるアプローチをしていたっていうところが最近人気だったんですけど、この1年間は少なかったのかなというのがありまして、少しランキングを落としていくのかなというふうに感じました。そもそも人気メーカーであっても、話題性が少し少なくなると、ランキングがかなり落ちてしまうんだなっていうのが特徴として感じました。ただ一つ補足したいのは、この時計メーカーっていうのは、毎年毎年、新作を出すたびに話題性を作るってすごい難しいことで、やはり開発期間もある中で、今年はそういったものが出なかったけども、今開発中のもので、例えば来年以降にいいものが出るっていうことも十分ありますので、そういったところを逆に楽しみにしていきたいと思います。はい、ということで、今回は時計人気ランキングということで、最新の2024年度のランキングを発表するとともに、
その内容の傾向だったり、あと分析というのを行って、どういった状況なのかっていうのをお伝えしてきました。今回のランキングについては、冒頭でも紹介させていただきましたけども、皆様のお問い合わせ件数というところで測っておりますので、たくさんお問い合わせをいただいているから、こういったランキングが作れてますので、気になることがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせをください。はい。あと、今回のランキングの、詳しい内容については、ブログで紹介しておりますので、ぜひブログでも、ご覧いただければと思います。この動画が気に入っていただけましたら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントをお待ちしております。よろしくお願いします。